中はこのような感じ。これはビーツ、これボルシチに絶対必要なものです。ビーツですね。素材に小麦粉をねこうまぶしていくとねダマにならないんでね、このようにねした方が美味しくなりますね。でやはりねここも隠し味があって、やっぱお砂糖があるとね味が締まります。ちょっとお砂糖入れましょう。皆さんこんにちは、たいめいけん3代目茂木宏です。今回のお料理は、昔から、たいめいけんで皆様に、お出ししています、ボルシチを、ご紹介したいと思います。今回はねもうたいめいけん流、うちの初代から、作っている作り方で、作っていきたいと思いますので、皆様よろしくお願いします。では早速、材料の紹介をしていきたいと思います。ボルシチはね基本的に材料はね、本当に、ロシアのウクライナのお料理なんですけれども、ご家庭、そのウクライナではね、材料いろいろご家庭によって違うんですけれども、で材料、早速紹介していきたいと思います。まずね基本はねもうニンニクで香り付けのニンニクですね。これもニンニク嫌いな方はね、臭い方はもう使わなくて結構ですけれども、ニンニクがあるとまた一段と美味しくなるんで、ニンニクのみじん切り香り出しで使います。そして今日はねお肉の方は豚肉を使っていきたいと思います。なんか見た目がねちょっと豚汁っぽいですね。豚汁っぽいです。豚汁っぽいんですけれども、それがボルシチになります。今日はねあえてだから豚肉を使っていきます。そして玉ねぎ、あとじゃがいも、あと人参ですね。人参、あとボルシチにはもうキャベツで、普段お店では使ってないんですけれども、ごぼう。やっぱりごぼうがあるとね香りが出て美味しいですね。ごぼう、あえてもう日本人の味、ごぼう。あと食感でレンコンですね。あとはもう彩りでブロッコリー、あとトマトをちょっと飾りで使ったり。そしてボルシチの一番大事なのはね、これだと豚汁になっちゃうんで、やっぱりボルシチに一番大事なのは缶詰のこれビーツなんですけれども、中はこのような感じ。これはビーツ、これボルシチに絶対必要なものです。ビーツですね。この缶詰のビーツじゃなくて、これが本物のビーツです。でお店ではこれをずっともう何時間2時間ぐらい煮て、カットして、スープにしてるんですけれども、ご家庭だと大変ですから、もう便利なこの水煮缶、これですね。今ここカットしちゃってますけど、みんな1センチ角にカットしてあります。あとはこの中に汁が入ってますね。水煮缶なんでこの汁も取っておいていただいて、これ色付けで使います。でこれ捨てちゃうとね色が抜けちゃってちょっといい色が出なくなっちゃいます、スープの。ですからこれ取っておいてください。あとはもう調味料ですね。で少しとろみをつけたいんで小麦粉をちょっと使います。あとはもう塩コショウ、ベーシックなボルシチとしてはもう今このある材料で、できますので、ぜひ、皆様作ってみてください。では早速作っていきたいと思います。まずオリーブオイルで使います。もしオリーブオイルがなければサラダオイルでも結構です。でも今日はちょっと香りがいいんでオリーブオイルをちょっと使います。大さじ1入れます。そして刻んだニンニク入れます。はい、弱火で炒めていきます。あんまりね強火で炒めるとね焦げてしまいますんでね、香りだけ出していきたいと思います。そして今ちょっと弱火で炒めていますけど、その間に小麦粉をね豚肉にちょっと振りかけていきます。これねとろみのね
これでねとろみになります。スープのとろみになりますね。このようにね素材に小麦粉をねこうまぶしていくとねダマにならないんでね、このようにねした方が美味しくなりますね。はい、それで入れていきます。はい、で炒めていきます。あんまりね焦がさないようにね、スープなんでねこんな焼き色をつけるというよりちょっと色が変わる程度にちょっと炒めていきます。火はねだんだん中火ぐらいですね。中火程度で炒めていきます。でほぐしながらね、でもう素材はねもうどんどんこうニンニクのね香りもいい香りが出てきましたし、お肉もだんだんこう炒まってきましたし、こうだんだん色が変わってきたらどんどん野菜入れていきましょう。で少し色が変わってきましたらこう玉ねぎ入れていきます。玉ねぎも1センチに切ってあります。でもしね時間がない場合はね人参とかもねレンジアップ電子レンジでねちょっと柔らかくしててもいいですけれども、少し煮込んでいくんでね、1センチぐらいなんで、作ってる間で柔らかくなりますんで、で人参入れます。中火でこう炒めていきます。で次じゃがいもです。これも、男爵じゃないです。メークイン使ってます。メークインの方がね煮崩れしないんでね、メークイン入れます。はい、このオリーブオイルに絡めていってね、でごぼうですね。ごぼうもね香り残したいんで皮を軽く洗ったぐらいですね。でこれも1センチ角に切ってあります。やっぱりごぼうを入れますとね美味しくなりますよね。でレンコンですね。レンコンも1センチに切ってあります。で続いてキャベツですね。キャベツはもうざく切りです。もうキャベツが好きな方もっといっぱい入れても大丈夫ですけど、でこうちょっと炒めていきます。そしたらこの水煮缶のビーツを入れます。もうこれはねもう火が入ってますからね。これそしたら見てください、こういう色がね出てきますよ。こんな綺麗な色が出てきます。そしたらここにお水入れます。普段はねお店でもねブイヨンという洋の出汁を入れてます。今日は市販のブイヨン入れます。そして少し煮詰めていきたいと思います。だんだん煮込んでいくとねこの赤色がなくなっていくんですよね。そのため用に先ほどの水煮缶のお汁を取ってあるんですよね。でこういうアクが出てますよね。そのアクはきれいにこう取っていきましょう。こうアクはねこれ取っていきますね。こうで野菜が柔らかくなるまで20分ぐらいちょっと煮詰めていって、ちょっと色がねもう少し色付けしましょう。さっきの煮汁見てください。この真っ赤なスープを見てください。この綺麗な色。そしてトマトですね。トマトも入れて、好みでトマトも入れて、もうブロッコリーも入れちゃいましょうか。じゃあブロッコリーも入れて、彩りでブロッコリーもう好きな野菜もねいっぱい入れてもらってね。でやはりねここも隠し味があって、やっぱお砂糖があるとね味が締まります。ちょっとお砂糖入れましょう。お砂糖入れて、あとはもう塩コショウですね。ホワイトペッパー、これブラックペッパーでもいいんですけども、ホワイトの方がね香りがいいんでホワイトペッパーを入れて、これで
完成です。この赤がいい色ですよね。そしてここにサワークリーム、はい、サワークリームをね乗っけるとまた一段とサワークリームを乗せて、ちょっと浅漬きをね、はい、ボルシチの完成です。完成です。うん、おいしい。ぜひ作ってください。